例えば高い高級寿司のカウンターとかに連れてってあげると、とてもじゃないけど食べられませんみたいな。メラナメカヨヘイ、皆さんこんにちは。インドブロガーのカヨリーナです。今日のテーマは、インド人がお肉を食べない理由、日本人が知らないベジタリアンの世界について皆さんとシェアしたいと思います。はい。YouTube 動画の方にコメントいただいたんですけれども、一緒に働いているインドのメンバーがベジタリアンのメンバーがいるということで、ベジタリアンのメンバーと一緒にいる時にどんなことを気をつけたらいいですかとか、ベジタリアンの方って何を食べてるんでしょうかっていう質問をいただいたことがあったので、今日はこのベジタリアンについて皆さんとちょっとシェアしてみたいなと思います。日本だとさ、あんまりベジタリアンの概念って一般的じゃないかもしれませんね。私自身は別にベジタリアンではなくって、普通にお肉も魚も食べるんですけれども、いろいろね、いろんな国の人と働いてると、ベジタリアンですとか、ビーガンですとか、いろいろな方がいらっしゃいますよね。なので今日は、最低限、自分がベジタリアンじゃなかったとしても、ベジタリアンの方はどんなことを気をつけてるかとか、そういった方と一緒にお仕事するときとか、一緒にお食事に行くとき、どんなことを気をつけたらいいかとか、そんなことを簡単にシェアしたいと思います。まずベジタリアンですよね。はい。私は本当にベジタリアンじゃないので、今日はベジタリアンのすごい細かい話をするわけではないんですけれども、ざっくりベジタリアンってどんなことを指すか、どんな意味かということを皆さんと最初シェアしたいんですけれども、ベジタリアンっていうのは簡単に言うと、お肉を食べない人のことを言います。ベジタリアンの中にも、チキンは食べられるとか、お肉全般全然食べられませんとか、その他タンパク質でも、例えば卵は食べられますとか、いろいろな分類があるんですよね。さらにその動物性タンパクも食べられない方のことをビーガンというふうに言いまして、いわゆる植物性のタンパク質、豆とかですね、こういったものからタンパク源を取っている人のことを言います。いろいろ専門的なことを言うと難しいんですけれども、簡単に言うとお肉を食べない人ですよね。このチャンネルインドのチャンネルなので、まず最初にインドの方ですね。インドの方、なんでベジタリアンの方が多いのっていう話ですよね。そもそも皆さん、インドの方がベジタリアンの方多いっていうのは知ってましたかね。はい。実はね、インドっていうのは、いろいろな宗教があるんですけれども、メインの、宗教が、ヒンドゥー教になるんですよね。そのヒンドゥー教の方々っていうのは、牛がいわゆるヒンドゥー教の中では、神聖か神様のように扱われるので、基本的に牛肉っていうのは食べません。あと豚肉も基本的には食べません。なので、例えば皆さんが出張でインドとかに行くと、なかなか普通の一般的なお店では、牛肉っていうのが存在しません。で、例えばなんですけど、日本でいう焼肉屋さんみたいなのあるじゃないですか。そういうのはもう絶対に存在しないし、あったとしてもチキン、鶏肉までですよね。ただ、もちろんその牛肉を食べない代わりに水牛、バッファローっていうのが代わりにインドでは食べられてるんですけども、それもすごく限定的なんですよね。簡単にレストランに入れば食べられるっていうものではなくって、ちゃんとバッファローが提供されてる限定のレストランだけに行くと、そこで唯一食べられると。バンガロールっていう南の町に行くとそれがもう少し店を探しやすいんですけども、私たち日本人、焼肉とかいっぱい食べてきてると思うんですけども、焼肉大好きな方がインド駐在とかになっちゃうとちょっとしんどいところはありますよね。そんな実情があったりします。で、もちろん、その若い人たち、インドの若い人たちっていうのはだんだん肉の方を食べるようになってきてるんですけれども、とは言いながらも、私いろいろなインド人メンバーと仕事してるんですけれども、感覚値的に3割ぐらいはベジタリアンかなーっていう感じです。厳格にどれぐらい人数かっていうわけじゃないんですけども、例えば10人インド人のメンバーと一緒に食事をするとなった場合、最低1人か2人は3人ぐらいはベジタリアンの子がいるかなっていう、そんな感じがあるかなと思います。で、実はインドはヒンドゥー教が牛が神様として扱われてっていう背景があるので、インドの方は、結構多くの方がお肉を食べないっていう方もいるんですけれども、例えばイスラム教とか他の国の宗教でも豚肉を食べなかったりとか、結構宗教で食材を限定するっていう考え方もあったりします。日本の人はあんまり馴染みがないかもしれません。で、さらにですね、日本の方があまり知らないことだと思うんですけど、欧米とか、ヨーロッパの方とか行くと、環境保護のため
めに自らベジタリアンになる、選択的にベジタリアンになる人っていうのは結構いたりします。実は例えば牛肉とか豚肉とか鶏肉っていうのは多くの人のためにすごい量のいわゆる生産をしているわけですよね。そのための食料とかそういう飼育のためにすごい環境汚染っていうのが実際起こっているわけなんですよ。なのでやっぱりその環境保護のためにそういった飼育の環境を少しでも減らしていきたいと、消費量を減らしたいという思いがある人は選択的に環境保護のためにベジタリアンとなって、いわゆるそういう動物性のタンパクを取らないと、実際はね毎日肉食べないで生きるっていうのもそれはそれで大変だったりしますよね。例えばなのでイギリスとかの方だと何だったかな、ハッピーミートマンデーみたいな感じで、月曜日だけはお肉を食べない日を作ろうみたいな、ちょっと間違ってるかもしれないけど、そういった感じで週に1日でもいいからお肉を食べない日をオフィシャルで作ろうみたいな、こういったいわゆるソーシャルアクティビティみたいなこともされていたりします。ちょっと日本だとあんまり馴染みないですよね。別にベジタリアンが社会的にかっこいいとかそういうのはあんまりないかもしれないですよね。日本の環境っていうのは海外の人から見てどうなのかっていう話ですよね。例えばベジタリアンのインド人が日本に来て働いたりとか、欧米の人が日本に来て働いたらどうかっていうところなんですけども、東京とかは比較的いろいろ選択肢があるとは思うんですけれども、全般的に日本食っていうのは実は動物性タンパク、いわゆる普通の肉とかお魚っていうのがすごくいっぱい使われてますよね。特にやっぱりお魚って多いですよね。例えば味噌汁を作ったとしても、味噌汁の出汁って魚から出汁を取ってたりするじゃないですか。本当に厳格なベジタリアンの方っていうのはこういう出汁も飲めないわけなんですよね。そうやって考えると出汁文化である日本食っていうのは結構特に厳しいベジタリアンの方には難しい食事となっています。私たちとかお刺身とか大好きじゃないですか。ベジタリアンの方でお魚苦手な方からすると魚の生臭い匂いでグワーって感じなんですよね。例えば高い高級寿司のカウンターとかに連れてってあげると、もう刺身の匂いが臭すぎてとてもじゃないけど食べられませんみたいな、そういった感じのこともあります。例えばね、こういうベジタリアンのメンバーと一緒にお寿司屋さんに行く時とかは卵とか芽ネギとか、あとかんぴょう巻きとかこういうの食べたりするんですよね。こういった一面もあったりするんですけども、海外のメンバーから見ると日本の食事っていうのはベジタリアンのメンバーにとっては結構しんどい環境があったりします。もちろんね、少しずつ慣れてって好きになっていくメンバーもたくさんいるんですよ。例えば吉野家とか松屋とかさ、ああいう牛丼とか豚丼ってもうすごいダイレクトな食事だよね。でも結構あれとかはね、実はインドのメンバーとかにも人気だったりします。ここまでがいわゆるベジタリアンのメンバーの食事の仕方と、日本って実際どんな環境かってところなんですけれども、じゃあこういう自分たちとは違う食事文化を持ってくる人たちと一緒に働くために、どういったところを気をつけたらいいかっていう話ですよね。いくつか私の方で今日はポイントを挙げてみたいと思います。まず一つ目なんですけれども、みんなが食べてるものを一緒に食べてみるっていうのをお勧めしたいなと思います。なので一緒にレストランとか外食するときに何食べたらいいかわかんないなって思う人もいると思うんですけれども、例えば何食べてみたいって聞いてみて、彼らが選んできたレストランに一緒に行ってみるっていう感じで、同じ釜の飯を食うじゃないけれども、まずは体験してみるっていうのは大事かなと思います。別にベジタリアンって言っても普通の食事なので、日本の人ってベジタリアンイコールサラダみたいなイメージ持ってる人多いんですけれども、そんなことないですよね。ベジタリアンって言っても選択肢があるので、そのメンバーの食べたい食事に一緒についてって一緒に食べてみるっていうのはいいかなと思います。で、2つ目なんですけれども、私自身もベジタリアンのレストランの選択肢を増やしてみようというところをお勧めしたいなと思います。ハッピーカウっていうアプリケーションがあるんですけれども、それはベジタリアンのレストランが、自分の住んでる地域とかの周りにどれぐらいあるかっていうのをまとめてくれたアプリケーションなんですけれども、例えばこういうアプリケーションから調べてみて、自分の住んでる街とか職場の周りにどれだけベジタリアンのレストランがあるかっていうのは一緒に調べてみるのはいいかなと思います。そういった感じで、普段ね、余裕がある時にベジタリアンのメニューを提供してる会社をちょっと調べてみて、みんなとシェアしてみるっていうのはいいかなと思います。こんな感じでもちろん努力する方法もあるんですけども、3つ目としてお勧めしたいのが、無理に合わせない、お互いに食べたいものを食べようっていうところですよね。最初ちょっと同じ食文化じゃない人のこと、ベジタリアンってすごく配慮しなきゃいけないのかなとか、いろいろ気にかかる部分あると思うんですけれども、別にみんな好きなもの好きに食べていいよね。2020年だし、みたいな感じで、私たちはお肉だって好きだし、お魚だって好きじゃないですか。私たちがベジタリアンのメンバーの選択肢を尊重するのと同様に、別
別に彼らも私たちの食べるものを自由に尊重していいと思うんですよね。なので別に何でもかんでも会うたびに彼らの食べてるものに合わせなきゃいけないってわけでもないし、たまには一緒に同じもの食べてみるとかっていうのでもいいと思います。こんな感じでベジタリアンっていう考え方が何かっていうのを事前に知っておくと、一緒になった時に緊張したりとか無理に考えすぎたりしなくていいと思うので、今日は簡単にベジタリアンの一般的な考え方とかインドの人のベジタリアン事情とかを簡単にシェアしてみました。この動画がいいなと思った方はぜひ評価ボタンとコメント、チャンネル登録をお願いします。